なんかノリでキスぐらいだったらまあなんか彼氏連れてくからって言ったの。なんか怖くて会えないかもみたいなって言われて、女の子扱いしてほしいみたいなちょっとうまくやってよねみたいな、こちらです。別に本当にせーの、あんにょーん、みーん。ショーです。今日のお題は、はい、日韓の恋愛観の違いについて話したいと思います。コメントとか実際に受けているような質問考えてきました。시작. 첫 번째 질문. 첫 번째. 질문. 한국 남자친구랑 일본인 남자친구의 차이. 어떻게 생각해? 連絡の頻度とかまめさは違うかもしれない。なんか連絡がやっぱ韓国人彼氏の方がすごいまめに連絡するし、電話もめちゃくちゃするかも。その韓国人の彼氏誰？ミンすぐ電話するし、連絡頻度がすごい多いかもしれないです、し、なんかあんまり連絡しないと何してんのみたいな連絡が来ます。まあ確かに日本人とかだとそこまでもまめじゃないかもしれない連絡だから。どこか出かけてる時とかも連絡来たりする、いつ帰ってくるのとか、何してるのみたいな連絡がしますね。あ、分かったなんか思い出した思ったのはなんか、1日に1回愛してるっていうみたいなミンがちょっと前までオーストラリアにワーホリに行ってたから、その時もリールとか送ってきたよね。なんか電話で1日に1回愛してるないと電話切った後なんかモヤモヤするみたいなリールを送ってきた気がする。あったね。それって言ったら韓国人の方がなんかリールとかすごい送るんじゃないまちゃ。自分とかは全然送らないから、まあ、カップルにもよると思うけど日本人同士で送るのもあるけど、なんか日本人はだからリール送ったりしてももうそこまでたくさん送らない。韓国人は多分面白いと思ったやつ全部送るの。日本人は多分そこまではそういうことはしないかな基本的に。それで送られてきた動画で愛情表現、ね、1日に1回愛してるって言わないとなんか今日ないなみたいなのが送られてきて、なんか1日に1回はサランヘーって言わなくちゃなんだみたいな。日本人ってあんまり言葉にしない人の方が多い気がする。自分なんかなんだろう、日本語より韓国語で話した方が愛情表現は言いやすい。日本語だとちょっとなんかその重く感じちゃうから。私でもさ違うとか感じる？日本人と比べて。どこかすごい女の子扱いしてほしいみたいななんか男だったらなんかちょっとなんかつまずいたら「なんで今気にしてくれなかったの?」とか、なんかちょっと重そうに荷物持ってたら「なんで今こっち見たのに荷物持ってくれないの?」みたいな。それはさ日韓の違いではないと思う。韓国の男の方が頼れる人が多いかも多分基本的に。頼りないってこと？いやいやあるけど、ちょっと子供っぽいのもあるよね、諸国も。なるほどね。なんか日本人の男性はあんまりそういう気配りがないっていうか、そんな感じする。すごく雑に扱うみたいな女の子って感じ。でもそうかも。いやでも諸国はもう結構だいぶ良くなった何良くなった？どんどん良くなるよね、そのセンスっていうのは。そういう気配りはどんどん良くなった気はする。ミンがいろいろリールを送ってくれるからなんかそれちゃんと見てるの？なんか見てます。男女のこれはありえないとか、その返事が3秒遅れただけで変わるみたいな、なんか女側から喧嘩してます、喧嘩した後でなんかお互い背向けてます、向けててもう女の子の方がちょっとさみたいな感じでちょっとなってこうしたのになんかもう3秒間ぐらい無視したらもうなんかこれがこっち向いてもういいですみたいな。まあ私だけど結構許すじゃん、そうなっても。私は喧嘩してもそんなイライラしないのだから、なんかすぐさイエーイってなるじゃん。ミンはでもあれだよね、ちゃんとその問題が解決、いやでもこれって韓国人とか日本人関係なく日本人と女性の違いみたいになっちゃうかもしれないけど、日本人と女性の違い日本人じゃないや男女の違いみたいになるけど、なんかその問題を解決したりちゃんとこの内容に誤りがないと解決したってできないってなるけど、男は結構曖昧にさせて「ごめんね」みたいな言ったら、そうなんか何がごめんなのって聞いてくるから、何がどうごめんなのか言ってくれないとちゃんと反省してるのかわからないみたいな。でも多分反省してないと思う。
ちゃんとなんかそうやってその曖昧にしないで謝れる男はいい男だよねみたいな。そうだよ。そんな女性が間違ってても、うんうんうん、なんかちゃんと折れることができる。私間違ったことないかな。どういうこと今次は、うん、異性の友達が可能かっていう質問だけど、まあ、なんか同性が異性だからこちらからしたら、別に自分は結構どこまででもなんか例えば一緒に旅行行く、でも人によるよねそれは。なんか男女だったらさ、男女2人で行くのはなんか基本ダメみたいな旅行。同性同士の恋愛だと本当になんかもう友達みたいな感じっていうのと、ちょっと恋愛とか色恋みたいなのが入ってるかもしれない友達、間が結構区別がつきにくいかも。でも私はまあ友達は許せるかな。どう思う違う、私許せてない。よく言われる。なんで遊びに行くのみたいな。そういう友達がいても私会ってきてとは言うじゃん。でも別に長くいる必要はないし、まあ、たまにはさドキドキするのも大事だと思ってる。何それ、どういうこと？でね、好意持ってくれる人に会うのは別にもなんか別にそういうのもまあありなのかな、ね、別に付き合うわけでもないんだから、だってさ、そういうのを許容しなかったら許容しなかったって問題起きるしね確かに。次は相手の携帯を見せれるか。全然見せれる。だってもう今のもうショコの携帯で見てるしねでも自分は見ないかも。ミンはよく見てるけど。ショコもたまに見たよね。たまに、いやほとんど見ない。ごくまれだけど、なんで私にそんな興味ないの？いやなんか別に携帯見たところでみたいな。でもお互い携帯の暗証番号は知ってる。次、じゃあ浮気に関してですけど、浮気許せるか許せないかの話。どこからが浮気かっていうのもあるんじゃない？体とさ、精神で心？そう。心は別に。心は？なんかちょっとぐらいだったら別にいいんじゃないって思っちゃう。体はなんかやることやったらダメだと思うけど、なんかノリでキスぐらいだったらまあなんかノリでキスっての自分はなんかそんな別にさ、そんな目の前でとかじゃないかったら別にいいのかなみたいな。どうせ戻ってくるしって思うって思うの？でもその心までいっちゃうかもしれない。その大丈夫だったら別にね、なんか行かないと思う。自信あるから。そういう感じ私も別にいいかもミン多分なんか心の浮気すら許さない。心の方が重いと思うよ私は。体より体は本当にどうでもいいかも。そもそもさ、この話で言いたかったのは、日本と韓国でどっちが浮気に関して寛大か？日本の方が寛大じゃない？そうだよね。韓国は厳しいと思う。まあ多分浮気したらすごく悪い、ダメなことだし、日本って別に浮気そこまでダメとかないよ。浮気してもバレないようにやってよねっていう人が多い気がする。だってそういう曲も実際になんかあるじゃん。浮気しても言わないんだよねって。バックナンバーっていう曲があるくらいだから、多分うまくやってよねみたいなのがあるかも。韓国はそういう曲とかさないと思う。多分すごく炎上する。でもなんか本当に多分周りでそもそもしてる人も多いし、浮気とかはね、韓国ではもうそこまで見たことないかも。多分してても言わない。韓国は多分罪悪感あるから、そういうのにそう重く感じる。日本人も言わない？いや言うから。ゲイとかもさ、そういう問題多いじゃん。だからなんか彼氏言っても今気になる人いるんだよねみたいな、そういう風に話する子も多いし、まあだから韓国の方が多分重いよね、その罪深いね、その浮気した時の。じゃあ次はどこまでカミングアウトしましたかって。いや家族とかにはしてないし、その学生時代の友達とかにもしたことはないかも。ミンは？誰にもしたことはないね。そういう
みゆ別に大学の友達とかにはバレてるでしょ。バレてるっていうか私自分で言ってるから、ああ小学校とか中学校は高校高校の友達とか何人してて多分みんな知ってるんじゃない言わなくても私とかは自分とか言わなかったら分かんないから、で特に言ったことはないかも。結構男らしいからショコは本当にもう男の中でも男らしい性格だから、スポーツもやってたしね、そうね太ってたしめちゃめちゃ可愛かったんですよ昔は。今よりもっと筋肉が。そう昔はすごかったからね。今もすおじさん服的に分かんないでめっちゃマッチョです。いつかじゃあ昔の写真も公開しますねじゃあモザイクでさここにちょっとこちらですこっちに本当にピョンってでモザイクしてるから、10万人以上見てくれたら10万人以上見てくれたタイミングがあったら見せます。自分はショコはしてないししてないけど、まあ、ゲイな友達は全然いる、私は家族にも言ってるでしょ。あそう家族にも言ってるし親会ってるもんね自分みんな。あそうそうそうびっくりした。お姉ちゃんは会ったことないけど自分もでもカミングアウトしたのがもう大人になったからだったからカミングアウトした話をちょっとすると自分はまあなんか結構もうゲイっぽいって言ったらまあ偏見だけど、まあ簡単に説明するためにね、まあ、ゲイっぽかった子だったからすごく、まあ、世間でいう、子供の頃とかそう女の子みたいだったしだから私は結構周りの人はみんな気づいてると思ってたのお母さん、家族はみんなね、って思ってたけど私がもう大学に通ってる時期に多分仕事しなくてもここに残るような可能性があったりもするから就職しなくても、だからそういう時の説明も必要だなと思ったしもし就職してないのに日本にいるってなったらさなんでいるのってなるかもしれないから、韓国に一緒に行くってなった時にショコとその1ヶ月前ぐらいにお母さんに電話してなんか私彼氏連れてくからって言ったの。彼氏連れてくからみたいな風に普通に自然に言ってなんかお母さんはなんかびっくりして彼氏ってどういうことみたいな彼氏って彼氏だよって言ったの。ナムチン連れて行くねって言ったらナムザチングって何みたいな、でナムザチングはもう彼氏って意味なんだけど男の友達っていう意味にもなるじゃん。だからただの男の友達ってことって聞かれて、いやそうじゃなくて旦那ってことだよだからお母さんがそこからショック受けて、なんかちょっと待ってよみたいな話になって、ショコ連れて行くからなんか顔合わせようかなと思ってって言ったらお母さんなんかちょっと待ってなんか私怖くて会えないかもみたいな言われて、で私はそれにショックだったの。そういう初めて聞いた。言ってなきゃだって嘘言ってない。そういうそこまででも私はもう親は絶対理解っていうか理解とかもいらないし、別に当たり前に受け入れることなんだよっていうふうにしか思ってなかったの。しかも今まで私はすごくもう出してた子だから分かってるでしょって思ってたの、でも全然思ってなかったらしいの。多分お母さんとかは多分否定したかったんでしょうって思うけど、ああなるほどね。多分お母さんがじゃあ会えないかもって言われたから、じゃあ会えないってどういうことって言ってたで、とりあえずお父さんと電話してくるみたいな、一旦切ってまたあったの、電話が来てなんかお父さんは連れてきてって言ってたみたいな話したの。そうだったんだそういう話した気がする。私もなんか正確にも覚えてないけども、結構前だから、でも私泣いてたしだから私は理解してくれなかったところにすごい衝撃だったの。なんか当たり前に理解しないといけないところをなんでそういう風に言われないといけないと思って私は、だから自分の子供がさだってじゃあ親にさいい顔見せるためにさ、じゃあ自分を隠してそうやって生きる方がいいのって言ったら私は絶対違うと思うの。そうだね、そうじゃないのってみたいに私話しててそうだったんだ。なんか聞いてなかったからそういう話すごい優しかったお父さんお母さん。そうでそれでショコを連れてって顔合わせ韓国語なんていうか分かんないけど一緒にお父さんとソメック飲んだもん。作ってくれて、お父さんは日本語を勉強してたからすごくなんか喋りたがりたいの、日本語お父さんだからうちの両親会った時どうだった？あんまりでも緊張とかしてなかったかも。会うんだみたいな、美味しいご飯食べれるみたいなそう今思い出したけどショコがちょっと不安だったの。ちょっと頼れないなと思ったの。だからなんか両親に会いに行く前とか両親になんかお土産とかさ買っていくとかそういう話もしなかったし、買ったんだけど結局はお酒買ったね日本。お酒とお皿買ってあげた日本のさそうだ。そうじゃあ最後の質問。
韓国と韓国と日本どっちが住みやすいですかって。でも私これ話したかった理由は、もう重大な発表があるからね、と思って。だからちょっとこれ言いたかっただけ。それはあとまたねまた後日また後日ねどうだろう、なんか住むのって韓国の方が安い気がするけど、そんなことないのかな。そうだと思う。この間までオーストラリア行って思ったのは、やっぱ日本っていいなって思った。で自分なんか海外行くとなんか肌が荒れちゃうの。中国行った時もなんかすごく敏感な肌だったよね。そう、なんかすごいなんか体調悪くなっちゃう。だから気持ちの問題だと思う。気持ちとかで敏感ないなって。なんかすごく敏感なの。鈍感だけどすごい敏感だよね。オーストラリアちょっと気候が合わなくてちょっと大変だった。自分もオーストラリアもいいかなって感じ自分はもう本当に半々で、住みやすいのはもう絶対韓国だと思う。それともっと豊かな生活できるのも韓国だと思う、同じ金を払ったとしても。でもそれは日本の物価が高いとかじゃなくて、コスパに合ってないものとか。日本ご飯屋さん、いやご飯もちょっとそうかもしれないし、こういう家具とかもそうだし、家電とかも韓国でもっと良くていい、もうちゃんとしてる製品たくさんあっても、そこまで高くないのに、こういう生活が日本人にはもう当たり前。多分日本人は分かってないの、そういうのに関して。もう当たり前にこうでしょって思ってるし、2人で韓国住んだことないから、なんか韓国のいいところとか悪いところもだけどさ、分からないかもね。韓国の多分その学歴社会すぎるところとかさ、そのいい大企業サムスンとかヒュンダイとかに入れなかったらダメみたいな、そんな稼げないみたいな。そういうそんなにそれでも日本よりも税金も低いし、より人と人との距離が近い。日本人はそんな詮索してこない、お互いのことに詮索してこないけど、韓国人はなんかそのコンビニの店員でもあれなんかどうしたのみたいな言う人が多いみたいな。なんか最近顔暗いよ大丈夫、バナナあげようかみたいな。どういうこと？私一回も言われたことない。とか結婚どうなのみたいなとか。コンビニの店員さんによく行くところだと友達同士でも年収いくらとか日本人聞かないけど、韓国人だとなんか聞く。パーソナルスペースに日本人が思う、ところまで質問してくる人が多いっていうのは聞いたことはあるけど。私がだから半々って言ったじゃん。今日本のちょっと悪いところもたくさんいて、だけど韓国に住んだらなんかストレスが多いかも。人間関係もうちょっとなんかストレスある感じはする。まあいいところは両方たくさんあるけどね。でも住みやすいのは一番住みやすい。ご飯も美味しいし、ご飯好き、てかなんか美容とかこだわってるから、なんかその意識高くなるかも、なれるかも。まあ両方いいところもあって、まあ悪いところもあるということでした。でも私そもそも大人になってから日本しかもないから、この環境がなんか自分に合うように感じるかもしれないです。友達もみんな日本人しかいないから。なるほどね、確かに。なんかうちらしててもさ、アンニョンの時だけ韓国語言ってさ、全然ね韓国語喋ってないじゃん。喋ってもいいよ。自分前より韓国語分かるようになったから。そう、めちゃめちゃね伸び伸びだから今もう伸び伸び。でもお姉ちゃんとこの前ビデオ通話してて、姪っ子がいて、最近喋るようになったから、その子供が。でショコ見せたら誰かなって聞いたら、なんかお父さんだってアッパって言う。アッパーって言ってアッパって言ってたよね。ね、全然違うけど、アッパー言えよって言った。アッパやねがアッパや。今日はまあなんか Q&A みたいな感じの動画撮ったんですけど、またこれからもこういう動画とかこういう動画撮ってほしいとかあったら連絡してくれ、ぜひコメントをくれたら撮ろうと思うので、はい、よろしくお願いします。クロン안녕